し算の攻めということで、今日から数の攻めをお話しします。将棋は、攻めて勝つんですが、攻める時には相手の陣地を突破しないといけないですね。その時相手が守っているとなかなか突破することができません。その時にこの数の攻めというのを利用して突破する方法を勉強します。数ということなんですが、この23のマスを見てみましょう。23のマスに効いている駒、先手の方は自分の方は飛車1枚ですね。そして相手の方も1枚です。1枚と1枚の場合は成功することができません。ちょっとやってみましょう。この飛車がこうなって、そしてこの金にね取られてしまうと相手の陣地を突破することができないし、飛車も渡してしまって、これは失敗です。こういう時にはどのように攻めるといいのかということなんですが、この23の地点に自分の駒の利きを足してあげるといいんですね。プラス1と覚えましょう。この持ち駒の銀をこちらに置きます。そうするとこの23の地点に銀と飛車2枚引くことができます。1枚と2枚、2枚の方が多いですね。この場合はうまくいくんです。ちょっとやってみましょう。2三銀成と攻めます。そして同金と取ります。そしてこの飛車がもう1枚効いているので、スルスルスルっと進んでなります。自分の飛車が相手の陣地に突破できているので成功と言えます。それでは考えてみようのコーナーです。こちらの局面を見てください。桂馬と香車どちらの持ち駒を使ってもいいので、数の攻めで相手の陣地を突破する方法を考えてみましょう。わかりましたでしょうか。まず相手の弱点はどこかなというふうに考えてみます。5-1の地点は4-1と5-2の金が2枚効いていますね。そして4-3の地点は相手の玉と相手の金が2枚効いています。次に3-3の地点、こちらは相手の玉と角、そして桂と3枚効いていますね。次に2-3の地点、ここは玉1枚しか効いていません。角が効いているようなんですが、角はね前には進めませんからね。そして1-3の地点は、香車と桂馬と角と3枚効いています。こうしてみると2-3の地点が相手の利きが少なそうというのがわかります。ただし相手の利きが1枚、自分の利きが1枚、1対1の場合は自分から攻めてしまうと取られてしまって失敗です。ですのでこの2-3の地点に自分の駒をプラスしたいところです。香車を使う場合はこの2筋をね、2筋のところに打ってあげると2-3の地点に効いていきます。25、26、27、28、29と、正解になります。そしてこの桂馬を使いたい場合はどうでしょうか。桂馬を使いたい場合は3五に打つとちょうど跳ねたところにね、2-3のところに駒が利いてきそうです。桂馬の場合はもう一つ、こちらに打ってもこの2-3のマス目に効きますね。こうやってこの2-3のマス目を銀桂と2枚の利きにしてあげると数の攻めで相手の陣地を突破することができそうです。
今日は数の攻め、足し算の攻めを勉強しました。相手の駒の利きよりプラス1と覚えて、相手の陣地を突破することを覚えましょう。